超一流の夜の習慣。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は超一流がこっそりとやっている夜のルーティーンについて解説していきます。ビジネスで成果を出したいなら朝の時間の使い方が大切です。これはよく言われることです。ただし人は遺伝子によって朝型タイプと夜型タイプに分かれています。そして夜型タイプの人はどれだけ朝頑張っても夜よりも朝の方がパフォーマンスレベルが高まることはないです。さらに朝型タイプの人も夜の過ごし方を適当にすると朝のパフォーマンスは低下してしまいます。だからこそ朝の過ごし方だけを意識しても一流になることができないです。朝も夜も両方大事です。超一流の人たちは朝のパフォーマンスを最高のものにするための夜の習慣をきっちりと持っています。凡人の人が仕事で疲れてだらけている夜の時間に一流と呼ばれる人たちは頭一つ飛び抜ける工夫をしています。そして今回の動画では後藤隼人さんの本結果を出している人が夜やることの中から超一流の人が実践している夜の習慣を9個解説します。真似できる習慣を見つけてぜひ実践してみてください。今回の動画を見て参考になった、面白かったと思った人はいいねやコメントをお願いします。1個目、ただいまという。家に帰ったら必ずただいまと言ってください。家に帰った時、家族がいる人はただいまと言っているはずです。では一人暮らしの人は言っていますか？一人暮らしの人も帰ったら必ずただいまと言ってください。心理学で自分で自分に声をかけることをセルフトークと言います。そのセルフトークを使って家に帰ったら自分で自分の一日の頑張りにご苦労様の意味を込めてただいまと声をかけましょう。そうすることであなたの脳は家モードのリラックスタイムに入っていきます。人っていうのはオフがあるからこそオンの時に 100% の実力を発揮することができます。スポーツの世界でも超一流と呼ばれる人たちは休みの取り方も超一流です。あなたもビジネスの世界で超一流に近づきたいなら最高の休みを取る工夫をしてください。家に帰った時にただいまと自分に声をかけることはそのための一つの工夫です。家に帰った時に誰もいなかったとしても自分の頑張りをねぎらうため、そしてスイッチをオフに切り替えるためにただいまと挨拶する習慣を身につけてください。2個目、カバンを空っぽにする。家に帰ったらカバンの中身を一度すべて出すようにしてください。仕事道具を大事にできない人は仕事でも細かい部分でそのズボラさが出てしまいます。超一流の世界ではそんな細かい部分への意識や配慮が勝負の分かれ目になることが多いです。毎日家に着いたらカバンの中身を全部出すようにしてください。そして持ち物がきれいにメンテナンスできているのか確認してください。取り出したいものが見つからずにもたついたり、道具のメンテナンスができていなくてペンのインクがつきにくかったり、メモが切れかけていて足りない人は多いです。こんなくだらないことでライバルに遅れを取ることほどもったいないことはないです。常にカバンの中身を把握できていて、どこに何が入っているのか覚えてください。そして常に道具のメンテナンスは万全にしてください。この状態が通常運転の状態になってこそ超一流の世界で戦える準備ができた状態と考えてください。家に帰ってもカバンの中身を入れっぱなしにしておくことは仕事に対する怠慢だと考えるようにしてください。3個目、うまくいかなかったことをリセットする。超一流の人でも日常の中で失敗してしまうことや思い通りにいかないことがあります。そんな日は家に帰った後に悪い記憶をリセットしましょう。失敗を失敗のままにして眠りにつくと翌朝もモヤモヤが晴れずパフォーマンスが下がります。思い通りにいかなかったことをそのままにして眠りについてもやはり翌朝あの時はどうすればよかったんだろうと気になってしまいます。気になってしまうと目の前のことに集中できなくなります。失敗したり
思い通りにいかないことがあった日は、家に帰ってからそのことを振り返ってください。なぜ自分は失敗してしまったのか、なぜ思い通りにことが進まなかったのか、どうしていればいい結果を手にすることができたのか、これをじっくりと考えてください。そして解決策まで考えたら、失敗してしまったという負の感情を完全に捨ててください。解決策まで考えたから次は大丈夫。失敗はしたけど勉強させてもらう貴重な経験に変えることができた。そう思ってください。このようなポジティブな感情でネガティブな感情をすべて上書きしてください。そうすればあなたは晴れやかな気分になって、その後の夜の行動のパフォーマンスを高めることができます。そしてそのままの状態で眠りにつけば、あなたは翌朝いい気分で目覚めることができて、朝のパフォーマンスレベルも高い状態を維持することができます。失敗してしまった日は感情のリセットを行うようにしてください。4個目、1日1回必ず1人になる時間を作る。人は誰しも複数の人がいる空間よりも1人の空間にいる方が集中力が高まります。だからこそ1日の中で最低1回は1人になれる時間を確保してください。そしてその時間で自己投資になる勉強をしてください。超一流になるためには人よりも勉強をする必要があります。そして超一流であり続けるためには他の超一流の人たちよりも効率よく勉強をする必要があります。仕事の時間以外で勉強をしない凡人と比べて頭一つ抜き出るだけなら、効率は悪くても少し勉強するだけでもいいかもしれないです。ただし仕事以外の時間で勉強するのが当たり前という超一流の世界で勝ち残るには、勉強するのは当たり前です。勉強しない人が一流になることはないです。そして超一流になることはもちろんないです。では勉強をしていれば一流ではなくて超一流になることはできるのか。残念ながらなれないです。勉強の効率がいい人しか一流から超一流に上がることはできないです。仕事でも一流と超一流の違いは仕事ができるということではなく、仕事の効率がいいかどうかです。そのためにも1日1回は必ず一人になる時間を確保して、学習効率、仕事効率を高める習慣を身につけてください。そうすることであなたは一流から超一流への階段を駆け上がり、超一流であり続けられます。5個目、好きな場所で好きなものを食べる。ビジネスの中で超一流に求められるものはアイデアです。知識が豊富でスキルが高いことはビジネスマンである以上当たり前のことです。知識もなくてスキルが低い人は仕事で結果を出すことは当然できないです。では知識やスキルがあれば超一流になるのか。そんなことはないです。超一流と一流と凡人、その違いは何なのか。それはアイデア力です。いかにクリエイティブなアイデアを出すことができるのか、いかに既存の方法をカスタマイズしてより良い効果を出せるのか、これこそが超一流に求められることです。そしてアイデアを出すためには机に向かって頭を抱えて考える必要はないです。そんなことをしてもいいアイデアは浮かばないです。いいアイデアっていうのはリラックスした状態や自然体で楽しんでいる時に急に湧き上がってきます。だからこそ超一流の人はディナーをお腹を満たすためだけの時間とは考えないです。ディナーの時間はその日一日の疲れを癒してリフレッシュするための時間と考えています。ディナーっていうのは好きな人と好きな場所で好きなものを食べることを大切にしてください。超一流の人は家族でディナーを食べることを習慣にしている人も多いです。あなたはどんなディナーをしてますか？ディナーっていうのは一日の疲れを癒してリフレッシュする時間だと考えてください。夜は好きな場所で好きなものを食べるようにしてください。6個目、仕事とは関係ない人と会う。人は一人で生きていくことができないです。ただし時には人と一緒にいることに疲れてしまったり、人と一緒にいるからこそ嫌な経験をしてしまうこともあります。
超一流になるためにはその感情をリセットすることが非常に大切です。仕事とは関係ない人と会って人付き合いの疲れをリセットしてください。どれだけ仲が良くても仕事関係の人と会うとどうしても仕事の話になってしまいます。そのため仕事とは関係のない仲のいい友人と会うようにしましょう。そして仕事について考えない時間を確保しましょう。どうしても仕事で嫌なことがあって愚痴を吐き出したい時でも仕事とは関係ない人と話した方が感情をリセットしやすいです。人は一人で仕事をすることはできないです。一人で仕事で成功することもできないです。超一流の立場になると多くの人を巻き込んで人と一緒に仕事をする場面が多くあります。そんな立場で人付き合いに疲れてしまったり人と一緒に仕事をすることに嫌気がさしたり、そんな状態になってしまったら成果が出るわけがないです。人付き合いに疲れた時は仕事とは関係のない人と会って感情をリセットしてください。メンタルのコントロールを自分でできないと一流になることはできないです。7個目、今に感謝する。人間っていうのは良くも悪くも自分の置かれている環境を当たり前だと感じてしまう生き物です。そして今ある当たり前からさらにいい生活を送っている人を目にすると劣等感を感じて自分は恵まれていないと錯覚してしまいます。毎日今の自分の置かれている環境に感謝する習慣を身につけてください。そして自分の今の幸せを実感して幸福度と自己肯定感を高めてください。僕たちは運よく日本という国に生まれました。日本に生まれ育ったおかげで今日の食事にありつけるかどうかという不安を感じることなく毎日生活をしています。世界を見てください。世界的には今日の食事にありつけるかどうか不安を毎日感じている人がたくさんいます。その中で日本人っていうのは食事をとるのは当たり前で何を食べようか考えることもできます。こんなに幸せなことはないです。その他にも当たり前のように洋服を手にして当たり前のように友人や家族と連絡を取ることができます。綺麗な洋服を持っていたり気持ちよくベッドで寝れたりあなたと仲良くしている人がいます。こんなに素敵なことはないです。もっと恵まれずに大変な国は世の中にはあります。身の回りの当たり前すべてに感謝するようにしてください。そして人を羨む前に自分もすでに恵まれていることを自覚してください。自分の人生もなかなか捨てたものじゃない、そう思ってください。そうすればあなたの幸福度と自己肯定感が高まって毎日最高の気分で最高のパフォーマンスを発揮することができます。8個目、明日はいい一日になると決めつける。眠りにつく前に明日のスケジュールを確認してください。そしてその確認の中で明日が最高の一日になる、そんなイメージをしてください。大切な商談があるときは契約に至るまでの流れをイメージする。締め切りが近い仕事があるときはなんとか頑張って締め切りに間に合わせたイメージをする。このように明日という一日を最高の一日になるようにイメージしながらスケジュールを確認してください。人の脳っていうのは実際の経験と頭の中で鮮明に描いた想像の経験を区別することが苦手です。要は頭の中で鮮明に成功体験を思い描くと脳はその成功体験を本当に経験したことだと錯覚してくれます。そしてその錯覚は明日のあなたの自信につながります。超一流の人たちは簡単な仕事があまり回ってこないです。超一流の人たちはすでにトラブルが起きているプロジェクトを解決したり難しい商談だったりまとまれば大きなお金が動く会社の命運を分ける仕事にフォーカスしています。そしてそんな状況ではスキルや知識、アイデアに加えて精神状態も結果に大きく関係してきます。そのため毎日夜、翌日の最高のイメージをして脳を錯覚させてください。9個目、なりたい自分リストを作って読み上げる。毎日流れに身を任せて生きるよりもなりたい自分という目標に向かう方が
大きな成果を手にすることができます。なりたい自分リストを使ってイメージを明確にして、毎日の時間を目標に一歩でも近づくために使ってください。なりたい自分リストの作り方は、まずは3年後の自分の理想の姿を書き出しましょう。ちなみにここでは、あなたがそれになれるかどうかは一旦考えないことが大切です。神様が叶えてくれるとしたら、3年後にどんな自分になっていることをお願いしたいのか、これを考えてください。そしてリストには、3年後の私は〇〇になっている、〇〇をやっているという断定的な表現で書くようにしてください。人は願望として〇〇になりたいという表現で書くよりも、〇〇になっているという断定形の言葉に強く引っ張られます。自分の言葉に一番多く接する人は自分自身です。自分の言葉で自分の可能性を潰すことも、可能性を広げることもできます。だからこそ断定的な表現でなりたい理想の自分を書き出してください。そしてその書き出したなりたい自分リストを毎日読み上げてください。そうすればあなたは理想の自分により近づける人生を歩むことができます。朝の時間の使い方だけでなく、夜の時間の使い方も大切にしてください。せっかくいい朝のルーティンがあったとしても、夜の悪いルーティンがあったら次の朝いいパフォーマンスを発揮することはできないです。結局のところ、朝も大事、昼も大事、夜も大事です。どこかで怠けている自分がいると、あなたの人生っていうのは変わらないです。せっかく朝頑張っているのに、夜がダメだったら次の朝はダメになってしまいます。1日や24時間、この24時間を大切にして、オンとオフをうまく切り替えながら一生懸命結果を出してほしいと思います。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。